ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニー実写版、白雪姫で主演を務めたことでも話題のレイチェル・ゼグラーの最新のキャリア動向の話題についてよ。現在、彼女のキャリアは新たな章に突入したと言われているんだけど、その実態がかつて彼女をハリウッドの次なるスターとして持ち上げていた頃とは全く異なる厳しい状況になっているみたいなの。今日は彼女の新作映画 She Gets It From Me の詳細、そしてそこに隠された配給会社が決まっていないという衝撃の裏事情について徹底的に解説していくよ。歯に生きせぬ発言でよく炎上しとるレイチェルちゃんね。ディズニーの秘蔵っ子かと思っとったけど、なんか雲行きが怪しいと？今日はその辺の裏話が聞けるってことやね。その通り。単なる新作発表のニュースじゃなくて、ハリウッドの厳しい現実が見え隠れする内容になっているから、ぜひ最後まで聞いてね。ほうほう。そりゃあ、面白そうばい。ディズニーのプリンセスから一体どこまで落ち、いや、どんな風に変わってしまったんか、詳しく教えてもらうけんね。はいはい。毒舌はそこまでにして。それじゃあ、まずは、今回のニュースの核となる部分から説明するね。ザットパークプレイスによると、レイチェル・ゼグラーはコメディ映画 She Gets It From Me という作品で主演を務める予定なの。She Gets It From Me？ 聞いたことなかタイトルやね。どんな映画なん？これはディズニーの実写版白雪姫に続く彼女にとって初の長編映画になる予定なのよ。共演者にはエド・ヘルムズ、マリサ・トメイ、ナット・ウルフといった実力派の名前が挙がっていて、撮影は今月下旬にも開始される予定だそうよ。へえ、マリサ・トメイってスパイダーマンの名おばさん役の人やろ？キャストだけ聞くとそこそこ豪華な感じがするけど、何が問題なん？そこなのよ、葵。一見順調そうに見えるけど、実はこの映画、これまでの彼女の作品とは規模も扱いも全然違うの。これまではウエストサイドストーリーやハンガーゲーム、そして実写版白雪姫といった超巨額の予算が動くスタジオ主導の大作ばかりだったでしょ？そやね。全部宣伝費だけで何十億円もかけるようなお祭り映画ばっかりやったもんね。でも今回の次回作は配給会社すら確定していない状態で小規模な独立系予算、いわゆるインディーズ映画として制作に着手する見込みなの。はぁ？配給会社が決まってない？それって作ったはいいけど、どこの映画館でも流せんかもしれんってこと？見切り発車もいいとこやん。監督はユリア・フォン・ハインツという方が務めるんだけど、従来のスタジオ制作ではなく、独立系資金によるキャラクター主導のドラマコメディとして構成されているの。つまり、アクションや派手な CG があるわけじゃなくて、会話劇や人間ドラマが中心になるってことだね。なるほどね。派手な大作から急に地味な会話劇へ。これって、やっぱり、大手のスタジオから、君を使うのはリスクが高いって思われとるってことなんやない？その可能性は否定できないわね。ザットパークプレイスによると、現時点では、この映画の配給権を獲得した大手スタジオやストリーミングプラットフォームは一つもないそうなの。うわぁ、マジで？ネトフリとかアマプラとか、ディズニーも手を出してないってこと？そうなの。国際的な配給については、イギリスに拠点を置くエンバンクメントフィルムズという会社が担当しているんだけど、北米、つまりアメリカ国内では CAA、クリエイティブアーティストエージェンシーという大手エージェンシーが、これから国内配給会社を確保するために、このプロジェクトを代理して売り込んでいる最中なの。売り込み中って、撮影もうすぐ始まるんやろ？泥縄もいいとこやん。つまり、誰か、この映画買ってくださいって言いながらカメラ回すってこと？簡単に言うとそういうことね。記事にもある通り、この映画は、すでに確実な公開戦略を敷いた状態で制作に入るのではなく、現在バイヤーへの売り込み段階にあるということなのよ。ちょっと気になったんやけど、その国際配給やっとるエンバンクメントフィルムズってなんなん？聞いたことなか、名前ばい。いいところに気がついたわね。実は、記事でも、そこについて、皮肉たっぷりに触れられているの。ちなみに、エンバンクメントフィルムズをご存じない方も、決してあなただけではありません。ってね。ほら見ろ。やっぱりマイナーなんやんか。彼らの実績として挙げられているのが、ゴルダ、ミラクルクラブ、ジョイカ、ハロルド・フライのありえない巡礼、といった作品なの。ごめん、すみれ。マジで一つも知らん。なんそれ？ハロルド・フライって誰？ポテトの親戚？私も詳しくはないけど、いわゆる大ヒット作とは言い難いラインナップよね。記事でも、もちろん、これらの作品がダ作だと言っているわけではありません。
私にはわかりません。見たことも聞いたこともありませんからって強烈な一言が添えられているわ。記事書いた人、正直すぎて草生えるばい。見たことも聞いたこともないて最高の煽りやね。そして、でも、もし、レイチェル・ゼグラーの次の大作映画が大ヒットすると期待しているなら、その現実をもう一度考え直した方がいいかもしれません、と警告しているの。つまり、これまでのディズニー映画のような世界規模のヒットやプロモーションは、今回は期待できないってことなのよ。そりゃ、そうくさ。聞いたこともない会社が配給担当で、誰も知らん映画の実績しかないんやもん。レイチェルちゃん、本当に大丈夫なん？これ、キャリアの新たな章っていうか、終わりの始まりな気がしてならんのやけど。ただね、葵。公平を期すために言うと、このような形態は、低予算のインディペンデント映画、つまり、インディーズ映画ではよくあることなのよ。よくあること？貧乏制作が当たり前ってこと？言葉が悪いわね。単一の巨大スタジオの制作費だけで資金を賄うスタジオシステムとは違って、インディーズ映画は通常は海外での先行販売、プライベートエクイティ、未公開株投資、撮影場所に関連する税制優遇措置、そしてギャップファイナンスなどを組み合わせてパズルのように資金を調達するの。なんか急に難しい言葉がいっぱい出てきたばい。ギャップファイナンスってなんね？借金のこと？簡単に言うと、制作費の足りない部分、ギャップを、完成後の権利や売り上げを見込んで、銀行などから融資してもらうことだよ。自転車操業に近い場合もあるけど、映画を作るための一般的な手法の一つなの。ザットパークプレイスによると、今回の映画は、ニュージャージー州で撮影される予定で、州の制作税額控除の恩恵を受ける可能性も示唆されているわ。へえ、税金を安くしてもらえる場所で撮るってことか。節約術みたいやね。でも、公式の制作予算は公表されとらんのやろ？そうなの。予算が公表されていないのも、インディーズ特有の事情ね。でもね、葵。ここで、一つ、奇妙な点があるの。奇妙な点？レイチェル・ゼグラーは、昨年から、ライブミュージックの活動を続けているんだけど、このインディペンデントコメディ映画は、昨年、実写版、白雪姫の公開に合わせて発表されたばかりなの。それなのに、未だに、配給契約が一切結ばれていないというのは、彼女の知名度を考えると、やっぱり不自然なのよ。確かにね。腐ってもディズニーの白雪姫やけんね。普通なら、ゼグラー主演ってだけで、どこかの会社が飛びつきそうなもんやけど。記事でも、未だに、配給契約が一切結ばれていないのは、奇妙に思えます、と指摘されているわ。これは、つまり、業界内での彼女の商品価値や、この映画の収益性に対して、バイヤーたちがかなり慎重になっている証拠かもしれないわね。さて、話題の途中だけど、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。それじゃあ、話を戻すね。葵、もし、この映画の買い手がつかなかったら、どうなると思う？買い手がつかんかったら、映画館で流せんってことやろ？まさか、お蔵入り？最悪の場合は、そうなる可能性もあるけど、今の時代はいろんな出口があるの。記事では、念のため言っておきますが、レイチェル・ゼグラーの次回作が劇場公開やストリーミング配信される保証はありません、と前置きした上で、もしかしたら、TUBI で配信される可能性もあるかもしれません、と書かれているわ。TUBI？また、知らん名前が出てきた。YouTube のパチモンみたいなもん？TUBI はアメリカで有名な広告付きの無料ストリーミングサービスのことだよ。もちろん素晴らしいサービスなんだけど、ハリウッドスターの主演映画が最初からそこに行くというのは、いわゆる都落ち感が否めないの。日本で言うなら、地上波のゴールデンタイムのドラマじゃなくて、深夜のローカル局でひっそり放送される、みたいな感覚に近いかな。それはきついばい。殿下の白雪姫が無料動画サイト行きかもしれんってこと？落差で耳、キーンなるわ。この段階で配給会社が見つからないということは、映画の財政規模が比較的小さいことを示唆しているの。大手スタジオによる8桁台、つまり数千万ドル規模の中規模から大規模予算のプロジェクトなら、ほとんどの場合、主要撮影が始まる前に配給会社を確保するものだからね。つまり、お金がいっぱいある映画は、作る前から、ここで流す、って決まっとるわけか。その通り。一方、市場での販売に依存する独立系映画は、綿密に構築された事前販売契約、つまり、プレセールスを通じて、リスクを最小限に抑えて、もし当たった時の収益性を最大化するために、予算が抑えられていることが多いの。なるほどね。博打みたいなもんやね。
安く作って高く売れたらラッキーみたいな。レイチェル・ゼグラーは過去にも知名度の高いスタジオ作品に関わってきたけど、She Gets It From Me はより小規模で親密な作品として位置づけられているようね。これは見方を変えれば、レイチェル・ゼグラーを起用するリスクが少ないという意味にも取れるの。リスクが少ない？どういうこと？数億ドルの予算をかけた超大作でこけたら、スタジオの経営が傾くほどの大惨事になるけど、低予算のインディーズ映画なら、もしこけてもダメージは限定的でしょ？彼女の人気をテストするには、ちょうどいいサイズと判断されたのかもしれないわね。なるほどな。大作は任せられんけど、小銭稼ぎくらいの映画ならやらせてやるか、みたいな扱いってこと？世知辛い世の中やね。それでは、今回のこのニュースについて、ネットユーザーたちがどのような反応を見せているか紹介するね。やっぱり、厳しい意見が多いみたいよ。ほら来た。みんな、なんて言いようと？白雪姫であれだけ偉そうなこと言ってたのに、結局インディーズ落ちかよ。自業自得だな。配給会社が決まってないって、要するに誰も見たくないってことだろ？わかりやすすぎる。トゥビー企画艇か？まあ無料なら見てやってもいいけど、時間の無駄になりそう。彼女の態度のデカさと実際の集客力が釣り合ってないのがバレたな、と。うわぁ、辛辣。でもまあ、私も正直そう思う部分はあるばい。あれだけオリジナルアニメは時代遅れとかディスっておいて自分の新作が誰にも買われんかったら、そりゃ笑われる草。一方でファンからはこんな声もあるわ。インディーズ作品こそ役者の実力が試される場。彼女の演技力ならきっと評価されるはず。大作ばかりじゃなくて、こういう小規模なドラマで深みのある役をやるのはいい選択だと思う。配給が決まってないのは不安だけど、マリサ・トメイとの共演は楽しみ、と。まあね、演技が上手いのは確からしいけんね。ただ、口は災いの元ってやつで、実力以外のところで損しとる気がするばい。配給会社も予算も公表されていないこのプロジェクトは、現状では小規模な資金で制作されたインディーズ映画の特徴を反映していて、制作中または完成後に公開の道筋を確保する必要があるわ。これはかなり綱渡りな状態よ。完成したはいいけど、誰も買ってくれんくて、監督の家のパソコンの中に眠ったまま、なんてことにならんことを祈るばい。より具体的な財務状況は、配給会社との契約や、カンヌやサンダンスといった主要映画祭でのプレミア上映後に明らかになるかもしれないけど、現時点で入手可能な情報から判断すると、従来のスタジオシステムとは一線を画し、予算も限られており、オープンな配給戦略を採用した作品となる可能性が高いわね。オープンな配給戦略で聞こえはいいけど、要は誰でもいいから買ってってことやろ？ふふ、鋭いわね。レイチェル・ゼグラーにとって配給会社が見つかる保証もないこの小規模な作品は彼女のキャリアにとってまさに存亡をかけた作品となるかもしれないの。ここ数年の実写版白雪姫やハンガーゲームとは実に様相が違うね。まさに天国と地獄、ジェットコースターみたいなキャリアやな。本当にそうね。もしこの映画が大こけしたり公開すらされなかったりすれば大作映画の主演はもう無理だという烙印を押されかねない。逆に、この低予算映画で素晴らしい演技を見せて評価されれば、演技派女優として再起するチャンスもある。なるほどね。崖っぷちやけど、チャンスがないわけやないってことか。まあ、私は高みの見物とさせてもらうけどね。ということで、今日は、レイチェル・ゼグラーの新作映画が、配給会社未定の危機的状況にあるという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？彼女は、この逆境を跳ね返して、実力派女優としての地位を確立できると思う？それとも、このままフェードアウトしてしまうと思う？やっぱり白雪姫の呪いや、って思った人も、インディーズで頑張れ、って思った人も、ぜひ正直な感想を聞かせてほしいばい。今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。